けてもつれた謎解く誰が呼んだか誰が呼んだか銭形平次花のお江戸は800夜城今日も決めての今日も決めての銭が通る松のツタの模様の藤色に藤色の藤色藤色のよい愛しいかわいのみんなお父さん、昼間お話したところやっと工夫がついたんですけど見ていただけますか？お父さん。お父さん、お父さん、お父さん。太郎吉。お前さん、はっちゃん。誰もいねえよ。おい、なんか食わしてくれよ。すみません親分、今日はちょっと。なんだ、休みか？そうじゃないんですけど、お父っつぁんと三次がいなくて板場が空っぽなんです。どこ行ったんだ？お師匠さんのところへ。お師匠さん？私が踊りを習っている松影流の家元がこの間亡くなって今日がお葬式なんです。それでお父っつぁんと三次が台所の手伝いに行ってるんです。そうか、おめえも習ってんのか。ちょうどいい、ちょいときな。亡くなった家元は卒中で倒れたそうだな。ええ。それについて何か妙な噂を聞いちゃいねえか？妙な噂。じゃあ家元が殺されたっていうのはやっぱり本当だったんですか？親分、これ相当広まってますね。おめえその話どこで聞いたんだ？
どこだったかしら。あ、そうだ、お父っつぁんだ。なんでおめえいきなり。あら、どう。ねえねえ、私に言ったでしょ。世の中バカなことを言うやつがいるもんだ。ほら、お師匠さんが亡くなった時、あれどこで聞いたの？うん、銭湯だよ。風呂か。うん。髪床でも聞きましたね。誰から？さあ、顔当たられていい気もしてうつらうつらした時だから、誰って言われてもちょっとね。これじゃ調べようがねえや。やっぱただの噂ですよ、噂。すいません親分。そうかい。八五郎親分自慢の花でも何も書き出せねえってわけか。まあこんな噂誰かのいたずらに決まってますよ。どうですかね、この辺でポーンと打ち切りってことにしちゃう。さっきまでは俺らもそのつもりだったんだが。ってと今は。お、あれ見してんだ。はい。そいつが投げ込まれたんだよ。家元を殺したのは太郎吉。太郎吉ってのは誰で？死んだ家元勘十郎のせがれでさ。じゃあその投げ文が本当なら親殺しの大罪じゃありませんか。おはじ、松陰流についておめえが聞き込んだところ、洗いざらい並べてみせてくれ。並べるってほど知っちゃいませんけどね、その松陰流ってのは江戸でも3本の指に入る名門なんですけども、その家元の一人息子の太郎吉ってのはとんだ宝刀もんで、感動されてるって話でさ。じゃあ跡継ぎはどうなってるの？それなんですけどね、家元には娘が一人いるんです。円尺、通称お円さんという師匠で、太郎吉とは二つ違いの姉なんですが、このお円が松陰流の大黒柱なんです。それからもう一人、弥三郎って男がいます。松陰とは遠縁に当たるそうなんですが、これがまた大層踊りの質が良くて、死んだ勘十郎の大のお気に入り。せがれ同様に扱われて、ゆくゆくはお円と一緒になって松陰流を継ぐんじゃねえかってのが世間の噂なんです。今度の山王様の奉納踊りだがね、お前さん太郎吉と一緒に踊ると言ってるそうだが、あいつは女で感動された身、いわばこの松陰流の看板に泥を塗ったやつだ。まさか本気で言ってるんじゃないだろうね。待ってくださいおじさん。のっけからそう喧嘩越して出られたんじゃおえんさんだって返事ができませんよ。あんたに聞いてるんじゃないよ。でもこれはね、私たち身内の話だ。お前さん引っ込んでなさい。そんな言い方はないでしょう。これまでも私は身内のつもりで松陰流のために尽くしてきた。まあまあ、これは大事な話だ。穏やかに話そうじゃないか。で、さっきの話だがどうなんだい？お前さんの存念を聞かせてもらおうじゃないか。おじさん方、毎年一度のこの山王様の奉納踊りが松陰流にとってどんな意味を持つか、私だってよく知っています。いえ、知っているからこそ今年は弟と二人で踊って、これからの松陰流は私たち兄弟が守っていくと世間様に知っていただかなきゃならないと思うんです。違いますか、おじさん方。私間違っているでしょうか。実はわしらな、お前さんが弥三郎と踊ると言い出すだろうと思ってたんだが、そうなりゃ弥三郎に勘十郎を襲名させて。二世松影勘十郎は太郎吉です。それと私、弥三郎さんと一緒になる気はありません。それは聞いたよ。しかしお前さんもいつまでも一人でいるわけにもいくまい。ご心配なく。おじさん、私には踊りがあるんです。失礼します。用心したの。
平次親分。お待たせいたしました。縁でございます。何か私にお尋ねになりたいとか。実は嫌な話になるかもしれねえが、これも御用の筋だ。正直に返事をしてもらいてえ。はい。家元は何でお亡くなりになったんです？卒中でございます。卒中ね。するってえと病死ってことになりやすが。おやさん、人には誰だって間違いあるもんだ。もういっぺんよく考えて答えておくんなぜ。家元は何でお亡くなりになったんです？卒中でございます。それじゃあ聞きやすが、倒れている家元を一等初めに見つけたのは誰なんです？私でございます。それからどうしました？すぐお医者様呼びまして。呼んだんじゃなくて、おめえさんが自分で医者のところへ走ったんでしょ？親分さん、何をお疑いになってらっしゃるかは存じませんが、そんな奥歯に物の挟まったようなおっしゃり方は迷惑でございます。じゃあはっきり申します。もし家元が人手にかかったのなら、あっしらも黙ってるわけにはいかねえんだ。それでも卒中と言いなさるのかい？法安先生のお見立ても卒中でございました。そこまでおっしゃるんなら仕方ねえ。おはじ。法安先生。おえんさん、すまん。あんたにあれほど固く口止めされてたが、今のように銭形の親分に問い詰められて、わしはやはり隠し仰せなんだ。何もかもお話ししたよ。口止めとかお話ししたとか、一体何のことです？え？いい加減にしろ、おい。家元は卒中じゃねえ。脇腹ブスって刺されたネタは上がってんだよ。よさねえか、ハチ。あくまで卒中と言い張るのはおめえさんの勝手だが、花から言ってるように殺しとなれば勝手じゃ済まない。仏様は改めて脇っ腹に傷があったらちょいと面倒なことになるやつが、ご承知ですね？それじゃあお墓を。いや、例えばの話だが。お前さん、言うのをすっかり忘れていたんですけど、今日黒門町のお師匠さんのお見舞いに行ってきたんですよ。おう、どんな塩梅で？そっちの方はただの風邪で心配ないんですけど、大勢来てて松影流の話でワイワイ言ってるうちに変なことになったんです。変なことになったって？ええ、おえんさんのことなんですけどね、顔が家元にも亡くなった奥さんにもちっとも似ていないんですってね。それであんなに似ていないのはおかしい。あれはきっともらいっ子だって。そんなに似てねえのか？ええ、みんながあんなに言うんだから本当なんでしょうね、きっと。そうかい。いいこと聞かせてくれた。何か役に立った？そいつはまだわからねえが、おめえもやっぱり十手持ちの女房だな。おお、ご苦労だったな。あ、親分、遅くなってすみません。どうしたよ、あれから。おえんは太郎吉んとこ行ったろ。え、どうしてそれを？誰かをかばってるとそりゃ弟しかいねえ。どんな声だい？それはどうも妙なんで。いや、太郎吉の居場所を知らないらしくて、今自分まで矢場とか岡場所とかいかがわしいところを訪ねてましたけど、とうとう諦めてうちに帰りやした。親分の方はどうすか？大したことはわからねえ。ただ一つ、10日ほど前酔っ払った太郎吉がやってきて、父親と大喧嘩していったそうだ。それじゃやっぱり太郎吉が。いや、それはまだわからねえ。それよりな、ハジ、おめえに何としてもおえんより先に太郎吉を探し出してもらいてんだ。できるか？できるか？親分、はばかりながらその道にかけちゃこっちは苦労度ですよ。あの女みたいに壺外して探したんじゃあらちゃあきませんけどね。こっちとらだったらもういや2日以内に「はいお待ちどうさま」って
反対にタロキシに乗せてお届けいたします。はい。ああ、いい天気だ。風はそよそよ、日はうらら、天下大平だ。まったくだ。それで親分気まがやから言うことねえな。なんだと。気をつけろ。ごめんなさいよ。大丈夫ですか？バカ。たかが女一人にぶつかられて壊れるようなやわな男じゃねえよ。違いますよ、親分。財布。あ。なんだこりゃ。大変大変大変。あれ、姉さん、親分はいないわよ。どこ行ったんですか？亡くなった家元のお墓。お墓？そうですか。そんなことがあったんですか。御用の筋とおっしゃるのでお話ししました。どうかご内聞に。分かっております。親分、こんなところで何してるんですか？おめえばっかりに苦労させるわけにはいかねえからな。俺らもボツボツ。ねよしてくださいよ。餅は餅や。鼻を利かせることなどはばかりながらこの八五郎が。2日以内に兵お待ちどうってタロ吉を届けるはずじゃなかったのかい。僕ね、だけどね、分からなかったはずですよ。野郎ね、旅入れてたんですよ。まあ本当かどうか分かりませんけどね。それで今どこにいるんだい？両国の広小路です。両国こっちですよ。誰がそこへ行くっつったよ。ちょいとおえんさんに会いに行くんだよ。それがね、あっしの大変の原因なんですよ。実は皆の親分、こっそり番屋にしょっぴいたんですよ。何？ちょいとお願いがあるってさ。なんだ？どうです旦那。お調べってのはこういう風にやるもんでさ。今日はいい勉強になったでしょ。さあどうかな。どうしてです？まだ何も分かっていないぞ。ですからそれはもうすぐ。おいキコラ、帰るぞ。はい。ちょっと旦那、どうしてお帰りになるって？お前知らなかったのか？何をです？あのおえんっていう女、去る大名の遠縁に当たるそうだ。大名？お前のことだ。万に一つの見込み違いもねえと思うが、手洗い真似をしてもし無実だと分かったら間違いなくこれだ。手がかりはあの女一人だけとは限らねえ。俺は他の線から当たってみる。まあしっかりやれ。およ、石は何枚抱かせます？バカ、誰がそんなこと言った？帰るぞ、今日おしめだ。迷惑かけて悪かったな。箕輪の親分も熱心のあまりの勇み足だ。まあ堪にしてやってくんない。じゃあ帰っていいんですか？おう、いいですと。弟さん旅から帰ってきたんですってね。旅？ああ、そうか。まだ会っていなさらねえのか。お伊勢参りへ行ったとか。家元があんなことになったの知ったらさぞびっくりするだろうな。まあお前さんからうまく言ってやるんですね。弟はどこにいるんです？両国の軽業小屋だ。下座で三味線弾いてるんだが苦労してるらしいぜ。軽業小屋？ああ。帰ってたのかおえんさん。よかった。ちょっと一緒に来ておくれ。さっきからおじさんたちが来て奉納踊りの件で私に膝詰めたんだ。太郎吉さんが見つからないようだったらどうしても私がお前さんと踊れと。見つかったのよ。どこにいたんだ？両国の軽業小屋で三味線弾いて。軽業小屋。こんなことは言いたかないけど、おえんさん覚悟はできてるんだろうね。
もし太郎吉さんの芸が半年もの間の自堕落な暮らしで荒れているようだったら、私もおじさんたちと同じようにあの人を舞台に上げるのは不承知だからね。分かっています。俺の小屋に何の用だ？この小屋主かい？おう。あ、これとも何か？ちょうどいいところに来てくれた。ちょいと。あれは太郎吉だね。あの野郎いつの間に。いつから旅に出たんだい？さあ、そいつはちょっと。小屋主のおめえに断って旅に出たんじゃねえのかい？そんな師匠の野郎はこの辺にいるもんですが。ああ、どいつもこいつも叩けば誇りの出る野郎ばっかりでさ。7日目にはいたかな。7日目ってと4日ですか。うん。その日何かあったんですか？俺らが聞いてんだよ。ああ、4日か。いたんじゃねえのかな。親分。もう蹴っていいぜ。え？今夜はこの小屋はおいらがしてやる。だから蹴っていいっつってるんだよ。太郎吉。姉さん、姉さんじゃないか。お前、4日はどこにいた？なんだその真似は。返事を欲しい。その日に旅に出たんだ。旅？お伊勢参りだよ。親不孝もしたし、姉さんにもいろいろ心配をかけたから、この辺で一度きれいさっぱりしようと思ったんだ。いけねえのかい？伊勢まで行った者がなぜここにいるんだ？たった7日じゃ伊勢まで行って帰ってこられないよ。途中で気が変わったんだよ。太郎吉！嘘じゃねえったら。今月16日の山王様の奉納祭りのことを思い出して、陰ながら姉さんと親父の連れ前を拝ませてもらおうと思って帰ってきたんだよ。じゃあタバコ入れを見せ。姉さんが作ってあげたあのタバコ入れだよ。なくした。どこで？盗まれたんだよ。そんなこと知るもんか。本当だね。今お前が言ったこと全部本当だね。お前まさか姉さんに嘘をついてるんじゃないだろうね。やめてくれよもう。嘘だったらどうすんだい。お前を刺して私も死にます。よくお聞き。4日の晩お父さんが死んだ。誰かに脇腹を刺されて冷たい土の上で血まみれになって、その横にお前のタバコ入れが落ちてたんだよ。じゃあ俺が下手人だと？あんまりで。確かに俺は親父を恨んでたよ。殺してやるって口走ったこともあった。それってのも二言目にはお縁を見てみろ、お縁が男だったらって。俺はそれが悔しくてならなかった。だからぐれたんだよ。姉さんを許してやってくんな。親分。太郎吉さんは何も知るめえが、この7日の間姉さんはおめえさんのことをかばい続けてきたんだよ。でなきゃ
とっくに親殺しの下手人として御用になってるところだぜ。堪忍しておくんない。こうすることが一番弟さんの白黒がはっきりすると思ったんでね。じゃあお疑いは？あっしには晴れても密告上はまたあちこち行くかもしれねえ。4日に旅に出てその晩は神奈川止まりだ。宿でも道中でも誰か知り合いには会わなかったかい？まずいことになったな。よくよくうめえ罠にはめられたらしい。待てよ、さっきタバコ入れがどうのこうのっつってたが何の話です？誰だ？犬か。何？じゃあタバコ入れは誰かに持ち出されたって言うんですかい？ええ、こんなことは考えたくはないんですけど、家の中の誰かが。そうか。やっと尻尾出しやがった。どういうことです、親分？下手人は3つの条件にはまるやつだ。第一はタバコ入れを盗み出して箕輪の親分に渡せるやつ。第二はおめえさんが一人旅に出ることを知ってたやつだ。知らなきゃ罪をなすりつけられねえからな。お伊勢参りのことを松影のうちの誰かに話したんじゃねえのかい？第三は弟さんがいなくなったら得をするやつ。どんな得かわからねえが、例えば二世勘十郎は誰が継ぐことになるんです？誰です、そいつは？弟に万一のことがあれば二世勘十郎は多分弥三郎さんが。姉さん、俺が旅に出たのを知ってたのもあの人だ。弥三郎さんは俺が家を出されてからもいろいろと親切にしてくれたんです。お伊勢参りのことも実を言うとあの人が勧めてくれて。誰？あっち誰がいるで？お、あっち大丈夫か？おい、大丈夫か？おい、それは見たかい？いや、あっという間だったもんですから。弥三郎じゃなかったか？弥三郎？何をするんだ。やめろ。バカなまねをやめろ。金を払う。ちゃんと払うから。しまった。やめろ。おい、しっかりしろ。やめろ。誰にだ？誰に？おう、やめろ。おい、やめろ。親分さん。来てたんですかい？親分はなぜここに？初七日も過ぎたってんのにまだ下手人をあげられねえ。仏さんにすまねえ気になって、それでね。ありがとうございます。おめえさん、家元の本当の娘さんじゃねえんだってな。どうしてそれを？いくら兄弟だからといっても、おめえさんが樽吉を思う気持ちは尋常じゃねえ。それでここのお住職様に。家元がお墓参りに来なすった時、本堂の下で産着にくるまった赤ん坊が泣いてたんだってな。家元はこっそり抱いて帰って、その日のうちにおかみさんを湯治へやったんです。で、向こうでお産をしたようにして、それからずっと太郎吉が生まれてからも分け隔てなく本当の子供、それ以上。そうかい。
親分さん、お願いします。下手人をどうかお縄にしてください。例の医者にも確かめてみたんだが、家元は脇腹を刺されていたそうだ。弥三郎がやられたのと同じ手口だ。弥三郎は家元を殺して松影流とおめえさんを独り占めにしようと考えたが、さすがにてめえでやる度胸はねえ。そこで誰かを使った。ところがそいつがあの唐技小屋でおいらが弥三郎に目星をつけたのを立ち聞いて、先回りをして弥三郎をばらした。この見込みはまず万に一つも間違いねえ。その誰かとは太郎吉のタバコ入れを盗んだやつ、弟の身近にいたやおやんさん、そこで頼みがあるんだが、弥三郎が下手人をいくらで雇ったかは知らねえが、悪党ってのはいっぺんうまい汁をすると必ず繰り返すもんだ。もし太郎吉さんの周りに昔の仲間がうろつき始めたらすぐ知らせてるんだ。そいつはきっと家元殺しの下手人につながってる。頼むぜ。はい。なんだこれは。ええ、太郎吉の遊んでたところで、こいつをしらみつぶしに当たっていきゃ居所はきっとつかめます。もうちょいと待っておくんない。待つことはないと思うがな。どうしてです？やったやりました。おっさん、何や留守にしちゃ困るのはどこ行ってたんだい？どこ？これだこれ。16日の山王祭り、一番いい桟敷席が手に入ったんで、いや松影流の奉納踊りなんですが、家元が亡くなったんで今年は中止かなと思ったら、なんとあれと弟の2人で連獅子を踊るってんですから、もう大変な人気なんでござんすよ。弟ってど？太郎吉だ。他にいるか。だから待つことはないと言ったんだ。太郎吉は平次がとっくに見つけてもう家に帰ってる。前七、お前どこに目つけてんだ？お家さん、ちょっと。私たちは何にも言わない。この通りだ。おじさん。太郎吉さんだよ。よくあそこまで修行したね。いや立派なものだ。芸が荒れているどころか、気品といい格といい、亡くなった家元そっくりじゃないか。よかった。本当によかった。松影流はこれで万々歳だよ。ちょっと失礼します。ここですよ、若旦那。お駒。なんだい話って。断っておくけど、お前とはきっぱり別れたはずだよ。おや、ご挨拶ですね。人がせっかく親切に知らせに来たのに。何を？変な奴がいるんですよ。若旦那のお父っつぁんを殺した下手人を知ってるっていう男。何？だから私言ってやったんですよ。バカ多いじゃない。家元はそっちゅうでお亡くなりになったんだって。でもね、聞かないんですよ、そいつ。どこにいるんだ、その男。会わせてくれ。太郎吉さんなら覚えてますよ。一時はこの辺りでずいぶん遊んでましたから。一番不敬仲の女。例えばいつも体から離さねえ大事なタバコ入れでも盗める。そんな仲の女は誰だい？それならお駒ですよ。ちょっと名の通った巾着キですが、太郎吉さんはもうめちゃめちゃに入れ上げてね。
お駒ですか？私も長いことこの商売やってますけど、あんな性悪女見たことありませんよ。安三郎さんも安三郎さんですよ。そんな女だって知ってて太郎吉さんに取り持ったんだから。何？そいつに間違いねえかい？ありませんよ。そのことについていつも二人でこそこそ何か話をしてました。もうちっと詳しくお駒のことについて知りてんだがな。太郎吉さん帰ってきなさったかい？いえ、まだ。この時刻にどこ行ってんだ一体？太郎吉。今これが。誰が持ってきたの？あ、男の人です。返事はいらないからってもう帰りました。そう。太郎吉はまだ？ええ。私は起きています。明日は早いから休むようにみんなにも言ってちょうだい。はい。わかりませんわかりません。それじゃ済まないんだよ。誰か出て行くところを見た者はいないのかい？手紙って何の手紙だい？とにかく探すんだ。ぼやっとしてないで探すんだよ。じゃあ親分はずっと出たっきり。行き先はお分かりになりませんか？それがちょっともしよろしかったら中へどうぞ。じゃあお帰りになったら軽業小屋だとそれだけお言づてをしてくださいまし。軽業小屋。親分、やっと見つかりました。なんだよ。私が何したっていうのさ。ちょいと聞きてことある。飲むかい？話せるねえ親分。お駒と仲良しだったなおめえ。誰が言ったそんなこと？違うのかい？私の一さんを取りやがってさ。今度会ったら殺してやるよ、あの女。一さんってのは誰だい？一蔵さんだよ。両国の小屋の。何？その小屋ってのは軽業小屋じゃねえだろうな。300両耳揃えて持ってきたろうね。よごしな。弟はどこです？姉さん！太郎吉！お駒、金を調べろ。あいよ。渡しちゃダメだ！いけない！なぜ来たんだ！逃げて姉さん！やめてください！ちょっとやめてください！お金はこの通り持ってきました。そう来なくちゃいけねえ。さあ私な。その前に一つ聞いておきたいことがあります。お父さんを手にかけたのはお前ですね。だったらどうだってんだ。安三郎に頼まれたからやったまでのことよ。300両でな。ところがあの野郎、なんだかんだと払い惜しみしたままあの世へ行きやがった。だからよ、おめえの持ってきたその300両は元はといや俺の金のようなもんだ。さあ私の親の敵！このまま！
姉さん、一緒に死んでおくれ。私たちの骨は銭形の親分さんがきっと拾ってくれる。姉さん。野郎！親分さん。おう一同、おめえは運の悪い野郎だな。てめえに殺しを頼んだ弥三郎はとっくに楽になってるってのに、おめえはこれから苦しまなきゃならねえ。もっともてめえのような悪党はいくら苦しんでも足りねえがな。勘十郎殺し、弥三郎殺し、神妙にお名を頂戴しろい。平家をやれ！平家を任しめ！やれ！親分さん、ありがとうございます。なに、こいつは俺らの仕事だ。それよりおやんさん、明日のおめえさんたちの仕事楽しみにしてるぜ。はい。
かけるかけてもつれた謎解く誰が呼んだか誰が呼んだか銭形平次花のお江戸は800夜城今日も決めての今日も決めての銭が飛ぶおしもちゃん、ご飯だよ。はいはい。おしもちゃん、おかわり。はい。いただいております。いただいております。市松、食べ終わったら旦那様のところにお薬を持って行っておくれ。はい。お水を忘れないようにね。はい。旦那様、お薬をお持ちいたしました。そこへ置いておき。はい。なんだなんだ。どうもありがとうございました。もう一軒行きましょう、もう一軒。ねえ向くことないじゃないですか。2軒3軒はしごしたって最後になんか絡んだりやなことないんでよ。ほんとよ箕輪の親分さんそれはな銭には不自由はしてねえけどそのあ園って名前の居酒屋知ってっかよ。ああ、そうだと上等も上等だ。今居酒屋なんかじゃねえんだよ。料理屋なんだよ。だからうちの嫁の決まりの言うだよ。料理屋おい行こうあったな、門前しかねえ。おい何としてやんだ。しろえそれどころじゃないんです。失礼します。何おいまたか。なんだ逃げるってことお前どっかで何かやらかしてな。おいいえ、そうじゃありません。うちの旦那が首をつったんでお医者様を呼びに行くんです。なんだと。おかみさん気をしっかり持って誰も触っちゃいねえだろうな。なんてこった。おはようございます。およ。どうして朝っぱらからんな思案がぶら下げて。やっぱりそんな風に見えます？ええ、心ここにあらずって顔ですもの。そうなんですよ。心は山形屋の蔵の中なんです。山形屋米問屋のか。何かあったのかい？ええ、ゆんべね、旦那が首つって一巻の終わり。首をつった山形屋が？よし、支度だ。はい。今朝から改めて満州親分が取り調べることになってるんですがね。まあ、山形やったら江戸でも指折りの米問屋ですよね。何の不足があってそんな首なんかつったのかなと思いましてね。ちげえねえ。薬を届けた。はい、私が。何の薬だ。胃薬でございます。おう、それじゃあ山形屋さんは胃の腑を患ってたってわけか。もう1年近くになります。あるいはそのことを気にかけて。医者はどう言ってるんで？なかなかすっかり治すのは難しいと本人もだいぶ答えていたようでした。なるほどな。おう、遅かったじゃないか。もう調べはすっかり終わっちまった。別におかしいところはね、間違いなく自害だ。書き置きでも見つかったのかい？いや、それはねえが決めてある。しかしこれだけの信頼だ。旦那が書き置きを残してねえとは思えねえがな。でしょ。だから私もおかしいんじゃねえかって言ったんですよ。黙れ。何か自害じゃなきゃ殺しだとでも言うのかい？おかみさん、夕べの様子をもう一遍この銭形に話してやってくれ。夕べいつものようにここにいるお島が旦那様の布団を敷きに来まして、布団を敷いたら旦那様の寝酒を忘れないでくれよ。はい。
今夜は珍しく遅いこと。どうしたのかね。あら、旦那様まだ蔵からお戻りじゃないんですか？そうだよ。どうして？いえ、蔵に明かりが見えませんでしたので、もうお戻りかと。おかしいわね。番頭さんは？何か？旦那様見かけなかったか？いえ、蔵じゃないんですか？ちょっと来ておくれ。はい。お前さん。旦那様。旦那様。お前さん。おかみさん。どうかしたんですか？鍵がかかってる。旦那様がおかしいの。え？おかみさん、どいてください。医者を呼んでください。とまあ聞いての通りだ。なるほど。中から鍵がかかっていた。そう。どんなトンマだってこれだけ聞かされりゃ自害か殺しかの区別ぐらいはできらな、銭形の。確かに。うん。それじゃあお先にな、行くぞ。おい、しゃんだ。オーケー。ところでおかみさん、旦那なんで蔵の中に？実はうちの人は毎晩蔵の中で仕事をするのが決まりでございました。その日の売り上げをきちんと勘定しまして、帳面と照らし合わせた上でお金を箱に収めます。昨べも確か6つ頃蔵に入りました。そうだね、おしま。はい。旦那一人っきりで？はい。仕事中は中から鍵をかけまして、蔵には誰も入れませんでした。ちょいと蔵を見せてもらいますぜ。それにしても親分、中から鍵をかけるなんて随分用心深い旦那ですね。莫大な金品が入ってたんだろう。いつ誰に狙われるか知れたもんじゃねえからな。用心深くもなるだろうぜ。けどどこを調べても紛れもなくこれは自害ですね、親分。まあ念には念を入れろってこともあろうな。どうしたんです？妙だな。何がですか？ろうそくが途中で消えてるわ。消えてるって、それは誰が消したんでしょう？バトさん、はい、ちょいと尋ねるが、みんながここへ駆け込んだ時、蔵の中の明かりがついていたかい？いえ、真っ暗でしたが、何か。真っ暗ねえ。若八、すまないが、そこの戸口以外に人が出入りできるところがないか、蔵の中よく調べてみてくれ。どうしてです？いいから、言われた通りにしろ。万藤さん、はい、仏さんは？こちらでございます。何かありましたか？縄で首をつったことには間違いねえようです。ただちょいと気にかかることがありやしてね。気にかかることとおっしゃいますと？実はこのろうそくなんですよね。蔵の食台に立っていたもんです。見ての通り途中で消えてます。確かに。おかしいとは思いませんかい？さあ。誰かが消したもんでさ。誰かが？うちの人では？そう思いなさる？
じゃないんですか。これから死のうってものがわざわざろうそくを消して真っ暗闇の中で手探りで首を吊ったりするもんですかね。わしにはそこんとこはどうもよくわからねえんだ。真っ暗闇じゃ踏み台に乗るのも容易なこっちゃねえ。しかし旦那様のことでございますから、もし火事にでもなったらすまないと思い、それでろうそくを消しいやそうではないかと。なら尋ねやすが、そこまで気を配る旦那がなんで書き置きの一つも残さねえであの世へ行っちまったんです？いや、それは。ではうちの人は誰かに殺されたのでしょうか？残念ながらないとは言えねえ。じゃあおめえさんがろうそくに火をつけたってのかい？はい、旦那様に言われまして。そこんところを詳しく話してくれねえか？旦那様が蔵に入る前でした。廊下で呼び止められてろうそくを持ってくるように言われました。でろうそくは何本持ってった？1本です。火をつけたのが何時だった？ちょうど陸奥の鐘が鳴っていました。確かだな。はい。それでおめえさんだったな、薬を運んだのは。はい。何時だったかわかるか？みんなでご飯を食べてましたので6つ半過ぎです。その時蔵の明かりはついておりました。6つ半にはついていた。それで旦那はそこに薬を置いてくように言ったんだってな。はい。その薬だが旦那は飲んでいたかね？いいえ、そっくりそのまま戸口のところにあったので私が下げてきました。そこに。親分、まだ何か引っかかったんですか？まあな。残念ながら今度ばっかりは満州親分の言う通り自害ですよ。そうかな。そうかなって、現に蔵の鍵は中からかかってたじゃありませんか。仮に山形を殺したやつがいてもどうやって外に逃げ出すんです？確かに戸口の他に抜け穴はなかったんだな。ああ、それも天井から床下までくまなく調べましたが、アリ一匹吐いてる隙間もありませんでした。いや、どっかにからくりがあるはずだ。からくり？とにかく書き置きがねえことと蔵の中の明かりが消えていたことがどうにも気に入らねえ。お、これは生木の旦那。妙な火遊びしてるじゃねえか。いや、事件の謎をこのろうそくが知ってんじゃねえかと思いましてね。おお、面白い。それはどういう？このろうそくが消えた時が言ってみりゃ自害にしろ殺されたにしろ山形屋が死んだ時とほぼ重なってるに違いあれよね。なるほど。ろうそくに火をつけたのが陸奥だから、それからどれぐらい経ちゃここまで減るか、そいつさえつかめや死んだ時刻のおよその見当はつきやす。しかも消えた後このろうそくの芯が真横に倒れていたのが気になるんでさ。いや、どうもこいつは吹き消したもんじゃねえらしいんで。するってえと自害と見せかけた殺しの線も捨てきれねえってわけか。へい。あ、いいか。5つには蔵の明かりが消えてしまった。ということは旦那はその前後に死んだ。いや、つまり殺されたんだ。
どうしてそんなことが分かったんです？ああ、伊達にこの10手をお預かりしてるわけじゃねえんだよ。お前さんその頃どうしてだい？私は帳場に。嘘じゃねえだろうな。嘘じゃありません。あっしはここでこっそり一杯引っ掛けてました。時々あるんですよ、盗み酒を。後で番頭さんに言いつけるわよ。だってこの時にうちをもめしてんじゃねえよ。あった。お前さんはどうしてなんで言えねえのか？市松さん、妙な疑いかけられちゃいけねえよな。一番だよ、本当のことをよ。おしまちゃんと布団部屋にいました。布団部屋？鈍いわね、旦那。できてんですよ、二人は。はあ、なんだそういう仲か二人は。親分、どうも番頭の善兵衛の素振りが気になるんですよ。本人は帳場にいたって言うんですがね。他は？茂吉に久米八、それに市松。市松はお島と一緒にいたことがはっきりしてるんです。一緒に？二人は恋仲でしてね、布団部屋でイチャついてたらしいんですよ。誰か見た者はいるのか？いや、本人たちが口を揃えて。じゃあ当てにはならねえ。ご苦労さんです。お茶でも一つ。どうぞ。すまねえな。父さん、ここは長えのかい？かれこれ30年になりますかな。そうかい。じゃあ旦那がどういうお人だったかよく知ってるわけだ。そら。源さん。油売ってる暇あったら表でも掃除しておくれ。ありがとう。親分さん、お話はございます。どうぞお部屋の方へ。はっきり申しまして、もう二度と来ていただきたくはございません。どうぞお引き取りくださいまし。調べられちゃ侵害だと言わんばかりでございますね。延べ送りも済ませまして、世間では山形屋は自害したものと信じております。にもかかわらず親分さんが何かを嗅ぎつけようと出入りされては、よからぬ噂が広まって商いがしにくくなります。いや、商いが大事なのは分かります。しかしそれじゃあ亡くなった旦那が浮かばれねえ。それでも構わねえってんですかい？死んだ者は戻るわけじゃなし、のれんを守るのは残された者の務めでございます。それにすでにお奉行所の方では自害としてけりがついているはずでございます。そいつは言われるまでもね。ではうちの人が殺されたという確かな証でもあるのでしょうか？そんなにまで旦那を自害ということにしてんですかい？しかし現に自害ではありませんか？そうですかね。そりゃこんなことは言いたくねえが、何しろお奉行からの命令なんだ。お奉行が何で待った？米問屋の世話役がお奉行と実行の間柄だそうで、その線から山形屋のかみさんが泣きついてきたらしい。そうですかい。手を引いてくれんな。旦那、あれは殺しです。しかし自害の調べ書きには何の疑いもねえが。形の上では確かに自害です。しかし自害と見せかけて殺すことだってできまさ。どうやって？蔵の中から鍵がかかっていたのに。
下手にどっから逃げ出したんだ？残念ながらそいつはまだ分かりませんが、手がかりはいくつかつかみました。つかめた？どんな？この浅糸でさ、間違いなく落とし状の鍵に祝いつけてやったもんでさ。やっぱり殺しか。ここまで仕掛けをするからには内部の者の仕業に違いありません。渚、ちょっとお頼みしたいことが。間の悪い時に顔を出したようだな。引き続き事件の探索ができるようぜひお奉行に。打ち切りのことか。後の攻めは俺が追う。構わん、とことんやってみろ。いやさん、これ親分。すまねえが一杯付き合ってくんだ。はい。いやこんなことはねあんまり言いたかねえんですけどね、どうもうちの旦那は脇の木からこの女にだらしねえとこがありましてよ。女に？旦那が蔵でぶら下がってるのを見て私はね、はっと15年前のことを思い出しましたよ。15年目？何があったんだい？下場だらけの女はね、あの蔵で首くくったんですよ。なんで首つったんだい？それはわかりません。でもみんなの噂じゃ旦那がしつこく言いよってとっと物にしちまったっていうことですよ。お前、あの蔵でそんなことがあったのか。でその女の名前は？確かお絹さんだったと思いますが。店に来る前に住んでいたところ？何でも千住に実家があって西新井大師の近くに住んでたそうです。とんだ足止めをしまったな。ありがとう。おやさん。もう2、3本つけてくんだ。はい、どうぞ。あといいですか。はい、どうも毎度。ありがとう。また。しゃぶろうか。いらっしゃいませ。ちょっとばっかり物尋ねるかな。この辺りに住んでたお絹さんって人知らないかな。お絹。15、16年前に江戸に行ったそうなんだがな。あんた誰？まさか山形屋の回し者じゃないだろうね。あれ、お前さん山形屋知ってんのかい？お前さんが山形屋に関わりのある人だったら何にも言わずにとっととお帰り。おい、ちょ、待て。おいらな、御用のもんだ。本当かい？腐らせんな。江戸は神田明神にした銭形平次の1の5分、下っ引きの8五郎たおいらのこったい。その顔だけじゃ信用できないけど、まあこの10手を信用するよ。口の減らねえやつだな。生まれつきでね。あ、ちょいとうちの店見といておくれよ。あ、いいよ。行くよ。ずいぶん立派なもんじゃないか。こっちは極楽、こっちは地獄と。なるほどな。これがお絹さんので、こっちがおふくろさんのおもんさんのだ。いい人だったな、おもんさんは。あのな、俺が聞きてえのはお絹さんのことだよ。分かってるよ。おもんさんも悔しかったろうね。お絹さんは山形屋に殺されても当然なんだよ。それはどういうことだ？首を吊るのも当たり前さ。嫌だっていうの無理に手ごめにされたそうだよ。寝たきりの大工の亭主と2人の子供はそんなこととは知らずにお絹さんが江戸から帰ってくる日を待ち続けていたんだよ。お絹さんには子供までいたのかい？男と女の子がね。まあこんな話なんですけどね。山形屋評判悪いっすよ。それでお絹さんの寝たきりの旦那さんはどうしたの？それがね、お絹さんの後を追うように亡くなっちまったそうなんです。残された2人の子供は？おもんさんつってお絹さんの母親、つまり2人の子供のおばあさんに育てられたそうです。寂しい話ね。すいません、もう一杯。遠慮しないでたくさん食べてちょうだい。
おめえの話が15年前だから2人の子供は今頃立派に成長してるってわけだ。居所は分かってんのか？ええ、この春おばあさんが亡くなって間もなく戦場を出てったそうです。行き先は？いや、全然皆目分かりません。お前さん、もう一本つけましょうか。いや、もういい。何も取って食おうって出ねえんだからよ。でもおかみさんに言われてるんですよ、口を聞くな。一つだけでいいんだよ。この春にな、店に奉公に上がったもんがいたろ。誰だい？今年の春ですか？あ、そうだ、市松さん。市松。他には？夏になってからお島さんが来たけど。お島って市松の例のこれか？ええ、他にもいません。市松か。どうやら親分の睨んだ通り、市松はお絹さんの忘れがためのようでさ。けど妹の方はどこ行ったんですかね？目の前にいるじゃねえか。お島が妹？どうするの？銭形の親分さんは殺しだと見抜いているわ。心配ないよ。おかみさんは世間体を気にしてなんとかこのまま自害で済まそうとしている。もう少しの辛抱だ。そのうち誰も何とも言わなくなるさ。でも一日も早くあのお店を辞めたい。頼むからそんなこと言わないでくれ。今辞めたら疑われるだけじゃないか。でも親分さん、邪魔してごめんよ。おめえさんにちょいと話がある。番屋まで来ちゃくれめえか。おめさんは帰っていいや。はい。心配いらないよ。おとなしそうないい子じゃないか。おめえさんにもあの年頃の妹がいたんじゃねえのかい？誰かいるかい？それじゃあ出がらしでも飲んで帰るとするか。変な。名前は何て言うんだい？市松と申します。いや、そうじゃねえんだ。本当の名前だ。と言いますと？山形へ奉公するのに本当の名前が出せねえ言われがあるんじゃねえのかい？別にそのような言われは。市松は本当の名前です。生まれは？はい、板橋です。おふくろさんの名前は？そのお絹さんだ。さあ、わかりません。なんでわからねえ？母親を知らないんです。物心ついた時から一人ぼっちでした。嘘をつくんじゃねえ。今年の春おばあさんが亡くなってるはずだ。それから間もなくおめさん山形屋に奉公した。何の話だか一向にわかりません。私が山形屋に奉公に出たのもあの店の前をたまたま通りかかっただけのことです。だったら人事だと思って聞いてくれ。15年前のことだ。お絹さんという母親が2人の子供を千住に残して山形屋に働きに出た。だが
そこで首をつって死んだんだ。母親がもし生きてるとしてその子供に今何と言うか、そいつをじっくり考えてみるのも無駄じゃなさそうだ。待たしたな。石松、蹴っていいぞ。帰ろう。奴がやったのか。と思うんですが、やったという証はありやせん。白を切られりゃそれまでなんです。しかし15年も前のことが今頃になってこんなことになるとは、人間ってのはいろんなしがらみの中に生きてるもんだな。あの兄弟にしたってやっぱり妹か。鼻から兄弟だと言って奉公したんじゃ怪しまれると思ったんでしょう。だから夏になってから妹を呼んで恋仲を装ったんでさ。やりきれねえな。そうじゃねえぞ。とすると糸かられぜ。おしず、ちょいとこの端を持ってくれ。引っ張った引っ張った引っ張った、そこだ。いいな。お前さん一体何をやってるんですか？いや、ちょいとした子供の火遊びだよ。こうすれば確かに逃げ出した後で錠がかかる。しかしろうそくの火が消えてなきゃならねえ。しかも芯が真横に倒れて消えていった。落とし錠は確かにかかる。待てよ、そうか。これが部屋に。おたげ騙しっこはよしにしようや。潔く自分の身体を決めたらどうなんだい。人からあれこれ言われちゃ亡くなったおふくろさんに恥ずかしいとは思わねえのかい。何のことでしょう。おいらが言うまでもねえはずだ。待ってください。それは何かの間違いです。私たちは布団部屋にいました。気がつかねえのかい。自分が仕掛けたからくりを。おめえは5つちょっと目
この戸口までやってきた。旦那様、お話が。なんだい？お絹さんのことでちょっと。お絹？お前どうしてお絹のことを知っているんだい？問題はその後だ。ここから鍵をかけておめえがどう出て行ったかだ。つまりろうそくが減ってくりゃ糸がどうなるか間もなく見れるだろう。念を押すまでもねえが残された糸はだが悪いことはできねえもんだ。浅糸の結び輪がここに落ちていた。申し訳ございません。私が旦那を殺しました。妹には関わりありません。お兄ちゃん、親分さん、私が一人でやりました。兄ちゃん。15年前のおっかさんの胸草が私の胸に突き刺さって、ここの旦那はのうのうとどうにも放ってはおけなかったのです。今でも忘れません。あのおっかさんの冷たくなったほっぺたを。私ら兄弟のために江戸に働きに出たおっかさんが変わり果てた姿で寂しく帰ってきたのです。その時はおっかさんがなぜ首をくくって死んだのかよくわかりませんでした。ところが3年ほど前のある日、病で伏せっていたおばあちゃんのとこへ近所の松さんが見舞いに来ていて、このことは市松にもお島にも内緒にしてるんだが。なんで内緒に？この間お絹と一緒に働いていた人が線香をあげに来てくれて言うとった。お絹が首をつったについてはそれなりに深いわけがあったんだ。どんなさ？山形屋の旦那がしつこくお絹に言いよってな、妾になれと。妾に？お絹は亭主も子供もある、それだけは堪忍してくださいと頼んだんだが、とうとう。やめてください。お願いです。旦那様お願いです。やだ。やだ。
親分さん、こんなことをしでかしてしまった私をおっかさんは許しちゃくれないでしょうか。バカな真似をするんじゃねえ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、いいか、人を殺めたことは確かに許されるこっちゃねえ。だがな、死のうって気持ちがあるんなら素直に罪を償ったらどうなんだい。そうすりゃきっとおふくろさんもおめえのことを許してくれると思うぜ。親分さん、妹にはお島にはこのことは。分かってる。心配するね。悪いようにはしねえよ。やぶから棒に無理を言ってすまなかったな。いえいえ、店の方も大助かりで、確かにお預かりいたしました。親分さん。おめえもしっかり働いて兄さんの帰りを待つんだぞ。はい。それじゃあお島さんは方向替えを。うん。山形屋行っちゃ俺が若い娘の働くところじゃねえ。それでお前さんが室町の泉屋にくら替えさせた。呉服屋さんの。うん。それはよかったわね。あそこの旦那さんとおかみさんならいい人だし。だろう。曲がった裏道ばかり歩いてきたあの兄弟にはこれから堂々と生きていってもらいたいもんな。でも。でもなんだよ。お前さんは若い娘さんには随分と面倒見がいいんですね。ああ。なんだやぶから棒に。だって焼いてんのか。焼いてなんかいませんよ。明日は非番だ。久しぶりに芝居でも見に行くか。本当？じゃあ帰りは八百善ね。決まった。じゃあもう一本つけちゃう。